同胞 ACL エリートリーグステージ上位3位まで J リーグクラブで独占してしまう AFC チャンピオンズリーグエリート ACLE は11日グループリーグ第7節1日目の試合を行いました。この結果により日本から出場している3クラブは最終節を待たずしてベスト16進出が確定しました。アジアチャンピオンズリーグエリートでは東西地区それぞれのグループリーグにおいて上位8クラブが決勝トーナメント進出の権利を獲得するレギュレーション。11日に試合を行ったヴィッセル神戸と川崎フロンターレはそれぞれ勝利を収め自力でベスト16進出を決めました。また12日に試合を控える横浜 F マリノスは他以上の試合結果によりすでに8位以内が確定しています。その後勝利しマリノスもベスト16確定。決勝トーナメント1回戦では東地区のクラブ同士が対戦する形式となっており1位対8位、2位対7位、3位対6位、4位対5位の組み合わせでホーム&アウェー方式にて試合が行われます。なおヴィッセル神戸と川崎フロンターレはすでに4位以内を確定させており横浜 F マリノスも12日の上海新華戦に勝利し4位以内を確定。日本勢同士の対戦を回避することに成功しています。準々決勝以降はサウジアラビアでのセントラル開催となり東西地区のクラブがミックスされた形で対戦します。各ステージは一発勝負で実施され決勝戦まで勝ち上がったクラブがアジア王者の座をかけて戦うこととなります。ネットの反応 ACLE7 節ポハン対川崎フロンターレ。川崎は伊藤を出すのか。3クラブともほぼ突破確実だけど5位以下になると日本勢と当たる可能性があるから極力4位以内に収まっておきたいところ。イエナがいなくなった。ジョナサン・アスプロポタミティス、ファンウェル・メスケル現在負けてる。川崎丸山スタメンか。絶対センターバック補強必要だったろ。川崎はついにスタメンから G 連中を外せたか。長谷部のお手並み拝見だな。伊藤達也どれだけやれるだろうか。長谷部は外人使わねえな。丸山のとこ車やアイダルじゃないんだな。どっちもまだ微妙なのか。ポハンは外人多いな。長谷部大成初戦だし伊藤もどんなもんか見ておきたい。ベスメンがどんなのか想像もできんがゴールキーパー2人ベンチに入れてるあたり人数足りないんだろうなと察する。 ACLE リーグステージ5勝した場合優勝1270万ドル約20億、準優勝670万ドル約10億、ベスト4270万ドル約4億、ベスト8210万ドル約3億、ベスト16170万ドル約 2.6 億。 ACL にグループステージ5勝した場合優勝353万ドル 5.4 億、準優勝203万ドル3億、ベスト4103万ドル 1.6 億、ベスト879万ドル 1.2 億、ベスト1663万ドル1億。100万死者母乳。アウェー裏コーって日本勢は一度も勝ったことないんよな。裏コウじゃなくてご飯やで。ポハンは浦和の天敵だった印象を持ってるけど実際そこまでそうだったのかまでは知らない。今日の試合で今年1年分かりそうな川崎チャカルナ。川崎は芝に気を使ってるのかそれともこれが長谷部スタイルなのかわからんな。なんか川崎ぽくないな。川崎は鬼木から長谷部だからな。全くサッカーが違うしやりづらそう。マルシーニョは何か生き生きとプレーしてそう。そもそも長谷部スタイルが福岡の時のサッカーなのかもわからないしな。リアリストだからその時できるサッカーするタイプ。マルシーニョすげえけど惜しい。さっきから思うけどマルシーニョがいつものマルシーニョじゃなくなってる。
長谷部の方がマルシーニョうまく使えそうかも。まるちゃん、なんか早くなってね。気のせいか。勇者ハセルは失点をだいぶ減らすって言ってたし、まずは手堅くが第一なんじゃない？ポハンはそんなプレスきつくないけど、後ろでちゃかってるのが意外だわ。山田新山田。山田、難しいヘッドだったのに、うまいな。山田、さすが。ナイスですね。さす山田。伊藤、クロスうまい。 175なのに最高点で合わせるのうめえな。新山田とマルシーニョよ。山田、腹に膝入れられてる。思いっきり膝入ってた。アホすぎる。退場。こんなんで2枚目もらうとかアホすぎる。イエロー2枚のレッドきたイランケリ入れとる。退場か。勝ったな、ガハハ。ー。完全に膝入れてんな。 VAR ある時代にアホすぎる。やった選手もやべってなって急いでて差し伸べてごまかしてんのが草。三浦、味方もろとも破壊。ソンミョンと衝突。ソータ、2人壊した。三浦、それは危険だぞ。ソンミョンもらい事故。ソンビョンの膝元に思いっきり相手の膝蹴り入ってたからマジで怪我してそう。川崎はあとは1点取って試合決めて、残りはカードと怪我に注意ってところだな。攻撃パターンがマルシーニョの短期突撃しかないし、これはパスサッカーの川崎って感じだね。その分、ブロック崩さない守備は硬くなってるが、鬼木時代の去年のウルサン戦の時もピッチがダメすぎ&アウェーだからってボール保持やめたな。今日もそんな感じ。ポハンのピッチがコンクリだからしゃあない。真面目にやったら川崎の選手は半分壊れる。川崎は1人少ない相手に劣勢じゃねえか。川崎、やばい。相手10人なのに何やってんねん。川崎決壊寸前みたいな守備。川崎10人相手にこれはあかんな。うめえ、脇坂。川崎来た。秋坂ゴール。脇坂守備もするしええやん。しっかり崩したな。まあ、もう相手はヘロヘロだ。今のゴールうまかったな。まあ2点目取ればさすがに勝ち。なんかうまいゴール入った。またうまい。3点ね。川原来た。ケチャドバボランチからボランチでゴールかい。川崎つえ。川原お前が上がってるんかい。エリソンあらエリソン。エリソン来た。よう決めたな。エリソンヘッド。仕上げのエリソン。エリソンはこれでスペじゃなかったらリーグ戦2桁余裕だと思うんだよな。役者が決めてるな、川崎。エリソン、強い。でも怪我する。名将長谷部。川崎フロンターレ0対4で勝利。アジアチャンピオンズリーグエリート第7節神戸対上海開港。上海の2クラブってどっちが金持ってて強いんだって。金はわからんけど、去年に勘取ってるのが開港。マスカットが監督。神戸の相手ってマスカットなのか。神戸は佐々木またスタメンで1つ下で使うのね。神戸は宮代、井出口、パトリッキ、広瀬と攻撃の選手が軒並み怪我してるからベンチがグロい。それは決めないと。よっち。決まらねいきなり超決定機だったな。ああもったいない。え。来た。武藤さすがの決定力。ゼロックスの3軍とはわけが違うぜ。神戸。神戸も本気出すとこれや。神戸さすがです。神戸強。神戸追加点。マスカットフルボッコ。大阪オフだな。オフか。大迫オフサイか。オフサコ。大迫、あんなオフサイド取られんなよ。神戸いい攻撃だな。神戸2点目。神戸強桑崎、すげえ。桑崎やるじゃん。もう大迫と武藤下げろよ。あかん。神戸強すぎる。ケチャドバ
ゴール後のキックオフからまたゴールは笑った。神戸、大量点。神戸側も試合終わってもうた。大迫、武藤は今年も健在やね。悔しいです。神戸の守備から攻撃への連続性は本当見事というほかないわ。結局これもハードワークの賜物だからな。帳尻臭い。これは取るんだな。大迫が点決めて交代か。外すしよ。大迫マジで PK 下手やな。大迫も PK、蹴るのやめろ。大迫 PK、イップスかな。大迫去年から PK 失敗しまくってない？もう大迫には蹴らせない方が良いな。大迫気持ちよく交代のはずが。大迫に蹴らせて失敗を払拭させようとするもどんどんドツボにはまってるのくさ。ここで決めるのね。これは決めるのかよ。これは入れるんかい。この大迫のパターン記憶がある。そっちは決めんのかい。枠則回収フラグ。これむずいやつ。半端ないさんは半端ないゴールは決める。後ろからのボールを大迫半端ない。マスカットめちゃくちゃ悲しそう。神戸4対0で勝利。今日で J1 チーム ACL グループステージ勝ち抜け確定か。あとは横浜だが、シーズンオフの選手の入れ替えがちょっと多すぎて、さてどうなるか。横浜 F マリノス対上海進化。ジェイソン・キニョーネスが F マリノスデビュー。マリは3バックやんのか。パッと見アンロペ、ヤンマテ、上中は相性良さそうだけど。上海開港がやられたか。やつは上海四天王でも最強。上海進化は結構弱い。来た。一発来た。なでか先生来た。こで殴るの最高や。相手の監督猫好きじゃないか。相手監督ってジェスカにいた？そうみたい。やっぱそうか。ホンダとセットで覚えてる。スルツキなんかしおれちゃってる。北さん。北さんハムったか。うわ、富安座り。1ヶ月コースか。どうしたどうした。コケ合戦。外人たちが転ぶ試合。惜しい。井上にしては素晴らしいクロスだったのに。惜しいで終わるのが上中。連携不足。守備スカスカ。そして北不在と変わってないし、今年も塩試合メーカーになりそう。守備面は改善されてるから、あとは勝ちきれるかになりそうだね。横浜 F マリノスは追加点こそ獲得できなかったが、そのまま1対0で逃げ切り、ポーランド新体制で白星スタートを決めるとともに ACLE で4位以内を確定させたことで、ラウンド16で日本勢と対戦する可能性がなくなっている。この結果により ACLE で起こったある異変が話題になった。異変、リーグステージ、リーグ別勝敗で勝ち越してるのは J リーグ勢だけ。 K リーグも中国超級も負け越し。日本15勝2分け4敗、得点50、失点19、得失点プラス31。韓国8勝1分け10敗、得点27、失点35、得失点マイナス8。中国6勝4分け10敗、得点28、失点39、得失点マイナス11。弱体化した中国はともかく、韓国とここまで差が開いたのは ACL の歴史でも初だと思う。 J リーグつ東アジアじゃ頭一つ抜けたな。韓国すら負け越してるってどうなってんだ。 J だって欧州に抜かれまくった出がらしなのに、なんでこんな差がついたんだ。金もなく別にサッカー熱が高いわけでもなく、海外に抜かれまくって出がらしの J の方がレベル上がってるのマジに謎。優勝した浦和や決勝行ったマリノスも韓国勢には勝ち越せなかったから、今季の ACL ほんまどうしたんだ。そりゃ日本が10個も勝ち越ししてるし、普通にフィジカル上がったからじゃね。ボール回しは元から勝ってるし。中国リーグは落ちぶれに落ちぶれてるけど、それでも中国人選手としては本人のレベルよりずっと給料がもらえるのがね、割とどうしようもない感じになってる。
中国とか韓国とか真面目に強くする気ないでしょ。 J リーグ勢は ACL ではフィジカルが課題だったけど、それも問題なしなら強くて当たり前か。 JFA は長期的な強化に関してはうまくやってんのに悪く言われすぎだよな。中国や韓国はエリート選抜みたいな人生コースから外れたら終わりだし、地味に K が弱体化してんだよな。4チームリーグじゃなくなって訪日パワーが生きにくくなっただけなのかもしれんが、今季の K の負け越しはだいたいウルサンが悪い。ウルサンがダントツで勝ち点配ってるから。孫の親父も嘆いてたもんな。韓国の育成は間違ってるって。だから日本には勝てないし勝つべきですらないとかこき下ろしてたし。 J リーグここまで無双初めてよな。 VAR は日本にとって有利なんだろう。ピラミッドの下を広げないと頂点も高くならないって判断した。30年前の J リーグ幹部は偉いわ。マリノスが3対7で負けた時はやべえって思ったのにな。サッカー強豪国はクラブ数もプロサッカー選手の数も多くて明らかに量が質を生んでるんだが、嵐は逆のこと言ってるんだよな。でも埼玉のクラブが日本というかアジア代表なんですよね。やっぱ日本のクラブでアジアを制したことあるのは名門チームしかいねえわ。厳密というとマリノスはアジアを連覇しているアジアカップに名付かっぷ。ジェフの存在感。しかも右は級ベルディか。日本勢で最初なんだな。 J 以降で最初は岩田なんだな。ジェフの ACL 制覇はまだ奥寺が現役の頃だな。そのために日本に戻ったと言っても過言ではない。